いやいや、みたいにいいんじゃないですか。あれどうぞやめれば。尻滅裂やん。そしたら自分のキャラがぐちゃぐちゃになりますよね。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、人材育成術、様々なことをお話ししています。今日のお話は何でしょうか？はい、ちょっと僕決心しまして、最近友達と会って話をするとですね、仕事に対するモチベとか、あとは残業きついだとか、給料が低賃金だからとか、で辞める人が結構多くて、僕の周りに。でそれ聞いて、ちょっと僕も最近ちょっと転職したろうかなみたいなマインドになってきてるんですよ。どう思いますか？やめたいってこと？はい、っていう気持ちに今なってます。じゃあやめたらいいんじゃないですか。あれなんかうちの会社とかでね、はい、俺やめますよみたいな感じで書いてある。どうぞやめれば。需要今じゃあ書いてっつって持ってくる。今みたいな感じですか？そうですね。なんか、それはちょっとね、結構リアルだけど、はい、ちょっと一旦置いといて、はい、なんか今日はね、離職を考える社員の特徴について、とかね、なんか少し話せればいいんじゃないですか。じゃあ、給料が安いからとか、うちもあるわけですよ。辞める理由でね、人事の面談とかで退職理由、給料が低いからとか。じゃあ最初から入んなやっていつも言うんですよ。だって給料変わってないよ、最初からって。もしくは上がってるやんと。なんでその最初給料で入社したんじゃって。今になって給料が低くやめて。尻滅裂やん。何言うとんねんっていつも言っちゃうんですけど。だからなんか給料が低いとか、モチベーション低下したとか、休暇が少ないとか、将来ビジョンがないとか、大体の理由が当てつけですよね。ほとんどの理由聞くと、じゃあ最初から入ってくんなよ言いたくなる理由がほとんどなんですよ。これはやっぱ建前なんですよ。なるほど。何がそういうのを引き起こすかっていうことをやっぱ考えておかないといけないと思うので。それでいうと何がじゃあ本質な部分なんですかね？大きくまずいくと、一つ目が社内の人間関係。要は分かりやすく言うと上司、同僚部下みたいな話ですよね。大体あり得るパターンが上司だったら自分がメンバーで、上司と人間関係が悪くなったらやめようと思う。これは自分がやっぱ必要とされてないって感じた時ですよ。これ自分いなくてもいいんじゃないのみたいな。自分もしかして必要とされてないいるみたいな。だから大体こういうことが起こるパターンとしては、普段仕事してる時に数としてカウントされてないようなことを感じてしまう事象があってね。戦力としてカウントされてない事象を感じてしまった時、この仕事進めようって、じゃあ A 君これやって、B 君これやって、C 君これやって、D 君やってこれやって、じゃあこれでいこうか。私はごめんね E さん、じゃあこれやってくれる？これが続くと、部長の中で私はいないことになっているみたいな。いやめっちゃわかります、それ。とか、このとある振ってる仕事が、誰でもできる仕事、会社としては誰でもできる仕事に設計するのが理想なんですよ。でもやっぱそれを誰でもできる仕事をあなたやってって言われると、じゃあ私じゃなくてもいいんじゃん。いやそうですよね。みたいなね。だからこれはだから上司との人間関係で、やっぱ上司に不信感をすごい持つじゃないですか。信頼できなくなるとか。そういうことがきっかけで不安が生まれていって、ってなるんで、自分が必要とされてないと感じたとき、上司の関係で多分多いところですよね。で次に同僚なんですけど、何かがきっかけ、自分がやっぱりそのチームの中でマイノリティになっちゃった時ですね。マジョリティの中にいる時は別にいいんですよ。マイノリティになった時にやっぱいろいろ考えちゃうんですよ。例えばノリノリで社内のイベントに参加する人がチームの9割いて、自分はちょっとあんまり前向きじゃなかった時、9対1みたいになる。自分がマイノリティになっちゃうとちょっと言いづらい。このノリについていけない。みんななんか学生みたいなノリノリでアホじゃないのみたいな。マイノリティになった時は危険ですよね。で次に部下。自分が上司だとして、部下からっていう時は、やっぱりよくあるのが、部下が全然自分を言うこと聞いてくれない。自分を上司で尊重してくれない。こういう感じになった時に、上司も辞めようかな、マネージャーも辞めようかなみたいな。社内の人間関係っていくと、大体上司同僚部下でいくと、それが原因となってっていうのは、基軸はこういう感じですよね。めっちゃわかりやすいですね。2つ目は、社外の人間関係ですよ。友達、恋人、家族とかですね。なるほど。で、友達の中で、お前今仕事何やってんのみたいな話よく出るわけですよ。特に20代とか若い時は、なんか言い方だけどマウント取りたいわけですよ、みんな。見えっ張りだから。俺はこの仕事でこんな稼いでるぜとか、合コン行ったら俺の仕事持てるぜみたいな。言うんですよ。わかりますよ。その反対側はすごいひもじいわけですよ。俺そんな稼いでねえなとか、職種的にもいい仕事じゃねえな。だから例えばね、コンサルっていう友達が羨ましいとか、あとはね、その金額も、お前いくら稼いでるの？俺これぐらい稼いでるの？稼いでるやつはマウント取りたかったんですよ。その聞いて俺全然稼げてねえじゃんみたいな。ちょっとムカつくなとか、
俺もだからなんかああいう風になりたいとか、もしくはその辞めたやつですよね。前まで同じ会社やってる時辞めて、まだ友達関係続いてるやつとかって、大体こういうやつって、まあ向こうも悪意ないんですけど、辞めたことを正当化したいんで、自分が転職して正解だったって正当化したいんで、大体の人。だから、給料上がったこととか、これが良くなったとか、いいことばっかりですよ。そうなってくると、あれ俺も辞めて転職した方がこんないい感じになれるのかって錯覚させられるんですよ。友達との関係性で、やっぱそういう会話が出てる時とか、マウント取るようなやつがいる時とかは、ちょっとフラッとこう、よぎりますよね。確かによぎるな。あと恋人。仕事に口を出す恋人って厄介ですね。やめた方がいいです。だって、自分の人生のキャリア、自分しか責任持ってないわけじゃないですか。自分しか責任持ってないことを自分で決めれない状態になるっつったら、大丈夫ですかってなるんですよ。例えばですけど、じゃあうちなんか土日は仕事が多いわけですよね。で、彼女作った彼女が土日休みだったの。じゃあ彼女は、せっかく付き合って好きなんだから、遊びたいんだから土日休みの仕事に転職してよって言って転職したやついるんですよ。実際にですか？でそれを続けたら、彼女が変わるたびにお前仕事変えんのかみたいな話になるわけですよ。そしたら自分のキャリアがぐちゃぐちゃになりますよね。自分のキャリアが全く考えずに、彼女に左右されるやつがいるわけですよ。今度家族もそうですよね。これもみんな別に悪気ないですよ。だけど、やっぱり、例えばじゃあ分かりやすく言うと、子供が生まれた時から育つまでって考えると、最初ってやっぱりね、奥さんも妊婦で大変でとか、家事のことやってほしいしとかあるじゃないですか。そういう時期もあれば、子供が生まれたばっかりに手かかってね、大変。でもこの時期奥さん普通に働けないから収入も満足じゃない。こっちは収入も頑張らなきゃいけないし、そういう家事も手伝わなきゃいけないし、っていう時もあれば、例えば小学生ぐらいになったらもうあんまり手がかかんなくなってくるから、奥さんが共働きだったらうまくやればいいと思いますけど、そういうフェーズがあるじゃないですか。この時々に求めることを変える、極端な話、うちなんかね、もううちの上の子なんか大学生だから、お金しかかかんないわけですよ。だとしたら、子供との時間とかって言っても向こうが拒否するわけですよ。拒否というか、いないわけですよね。じゃあ何やんなきゃいけないかって言ったら、大学に通うお金を稼がなきゃいけないみたいな。だとしたら求めることって変わってくる。そういうふうに変わってくるじゃないですか。この都度仕事変えてたら、大丈夫ですかって思います。結構そこにあります。次は3つ目ですね。ちょっと近いですけど、ライフイベントですよ、やっぱり。それこそだから彼女できた、結婚する、子供できた、子供が小学校入るとか、親がちょっと倒れて介護しなきゃとか、こういう時ですよね。大きく分けて僕はそうだから1個目社内人間関係、2つ目社外の人間関係、3つ目やっぱライフイベント、この辺が基本やっぱ辞める理由のきっかけになると。あとはちょっと種類違いますけど、結局うまくいってるかうまくいってないですね。その会社でその仕事がうまくいってれば辞めようって発想にならないんですよ。でもうまくいってないと、俺このままでいいのかなとか、俺は頑張ってんのうまくいかねえなとか考えて、じゃあ転職しようかみたいな。なぜかよりどころが転職になったりするんですよ。ちょっと種類違いますけど、4つですよね。ライフイベントとか単純ですよ。もうシンプルに言ったら、ライフイベントをきっかけに、将来を考える機会になっちゃうんですよ。俺このままの仕事でいいのかなって考えることが多いんですよ、みんな。これもうちで言ったら分かりやすいのが、結婚するときに将来子供を産むんだから、その時に土日休めない仕事だったら子供と遊べないとか、子供の行事に行けないとか、勝手に頑張っていっぱい想像したわけですよ。だとしたら今から転職しといた方がいいんじゃないかみたいな。なんでそこで転職が出てくるんだよってなんですよ。こういう時にフラグ立つんで。重要なのは、きっかけがあるんです。こういうのがきっかけ、本質の。で、そこから潜在的から顕在的になりそうになってくるんですよ。その考えが。で、確実に顕在的になって、最後決断する。だとしたら、このきっかけをちゃんとキャッチアップして、この潜在的から顕在的になりそうなところで、ちゃんと適切に対応をしたり喋ったりして、で、相談を来るように、相談ベースになるようになって、うまくやる、っていうのが一番ベストだと思うんですよ。結局、会社辞める本質の原因って、大きくて社内の人間関係で何かきっかけがあった。社外の人間関係で何か考えるきっかけがあった。ライフイベントを経て考えるきっかけがあった。で、最後、うまくいってないからです。うまくいってないから。はい。それがきっかけになるんで、きっかけをキャッチアップしたら、すぐ転職っていう言葉が出ないようにとか、転職しても根本的解決にならないよみたいなことを、やっぱりちゃんとこう話せるようにした方がいいですよね。なるほどですね。で、それがさっき言った通り、そうきっかけがそういうのがあって、潜在的が顕在的になって、顕在的になった時に休暇が少ないとか、時間が不定期だとか、残業が多いとかね。負の側面の理由を探しちゃうんですかね。定義づけをしますよね。定義づけをしちゃうんですかね。で、その結果辞める理由なんですか？はい、給料低いからです。で、給料低いのか。じゃあうちの会社給料上げるか。
なんか表面的な理由でみんななんか対策を考えすぎるからよくわかんない福利厚生とかいっぱいになっちゃったりするわけですよ。後から苦しいなってなるんですね。本質はそこじゃないですよね。今本当に森社長がおっしゃってたように顕在層から潜在層に移り変わってでその前にきっかけがあるみたいなそういうのを、僕も先日友人と話してて多分きっかけがそこにあってそこから潜在層から顕在層に出てくるフェーズがあった頭の中でそうやって分析していくと分かりやすいというか本当分かりやすいですよ。友人なんかでね、そういう話になるじゃないですか、俺いつも言うんですよ、そういう話を受けたらそいつ転職してさ、お前と喋ってるわけじゃん。元の同僚と喋ってるわけでしょ、で自分がいかに転職してね、良かったかをいかに決まっていいことしか言わないじゃん当たり前じゃんっつって、お前そんな騙されちゃダメだよっつって結果うちの会社出戻りいっぱいいたりとかそうなんですね、ちゃんと判断してなさいよ、ちゃんと考えなさいって言ってますよ、隣の芝生は青く見えるっていうことわざがあるでしょと、あんたは今それですよ、青くしか見えてないです。外に出たらこっちが多かったんですよみたいな話いっぱいあるんですからねと、ちゃんと考えなさいよと、みたいなのを普通の時からある程度言ってたりしますし、そういう事例もたくさんあげますし、いやー、なんかむっちゃ勉強になりましたね、ご相談してよかったです。ありがとうございます。人が辞める、きっかけっていうのは1つ目社内の人間関係、2つ目社外の人間関係、3つ目ライフイベント、そしてうまくいってないとですね、それぞれがきっかけで顕在的な考えになってくるので、しっかりとやっぱキャッチアップをして、相談ベースみたいな形で話して対応するということが、やるべきことかなと思います。ありがとうございます。このチャンネルでは組織づくり、人材育成術、そしてビジネスに役立ちそうな知識など様々な動画を配信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして最後にこの動画もいいねをつけてくれると大変嬉しいです。ありがとうございました。